こんにちは、ゆうたび夫婦です。今回は東京の豊洲にできた新観光名所の豊洲千客万来にやってきました。豊洲市場に隣接する場外市場に2月1日に開業した豊洲千客万来。食楽島の豊洲場外江戸前市場と温浴島の東京豊洲万葉クラブの2つの施設が入っています。どんな施設なのか、どのくらい混んでるかなどがわかる動画に仕上がったと思うので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それでは動画スタート。おはようございます。おはようございます。今日はね、まだオープンして2週間、10日ぐらいしか経ってない。そんなもんしか経ってないか。そう、豊洲の千客万来っていうところに来ました。混んでるぞ。しかも今日は3連休の中日なので、そう混んでる、非常に混んでると予想しておりますが、なんかね、インバウンドって呼ばれるものが有名になってるらしいですよ。はい、すごい結構ちゃんと昔な日本って感じだね。外国人が好きそうな感じ。でこの手前のこの江戸の街並みっぽいところ、食楽島って言って江戸前市場っていうところだね、でその奥に見える万葉クラブ、あれがお風呂なんだ。そうあっこがね温浴島って呼ばれてるらしいよ。今日は行かないけどさ、ご飯たらふく食べた後にお風呂とか行けるんだ。そうもうすでに結構来てるね、9時40分でございます。でこれぐらいの混み具合ですね。だいたい10時ぐらいからお店が開くらしくて、これぐらいに来るのが正解かなと思います、駐車場とかは専用駐車場があるらしくて、まあ駐車料金は高いわけですよ。でも一応ここの豊洲千客万来で何円以上お買い物とかレシートを持ってると、何時間分優待みたいなっていうのがあるから、結構食べる人は車で来ても大丈夫かなっていう感じかな。家族連れとかはそれがいいかもね。ここは2階か。2階がメインかな。ここが2階です。いい匂いがするな。うわ、悩む。すごいいっぱいあってどうしようもうこれ歩いていくしかなさそうやな。まずは2階の外にある豊洲目抜き大通りを歩いてみます。江戸の食の四天王と呼ばれるうなぎ、寿司、天ぷら、そばの名店を集約した飲食店や地元江東区で人気の店舗が並ぶエリアです。10時前は開店待ちの方で多少の列はできてましたが、まだ許せる混み具合だったかなと思います。結構広いな、思ったより。広いね。施設の中央には時の鐘というこれまた江戸っぽい雰囲気を醸し出している塔があります。こちらの広場はお昼時にはこんな行列になってました。この長い行列ね、何の列かというと相馬水産というお店の列です。創業60年豊洲マグロ仲卸相馬水産のファーストフード店で、マグロの刺身串と炭火焼きが楽しめます。みんなよく並ぶね。本当にすごいと思う。次は2階の室内にある目利き横丁へ。すごいね。目利き横丁は築地場外の路地のような雰囲気があります。仲卸が目利きした新鮮な旬の食材や珍味を食べ歩きやカウンターで楽しむことができるエリアです。美味しい。いいな、試食できるのいいな。美味しい。海鮮系だけでなく調味料や果物、スイーツ店などバラエティ豊かな店舗が揃っています。目利き横丁、外側と多分つながってるというか、お店で。そうかも。そうだから裏で買えるものと表で買えるもので多分違うと。肉好き大黒天さんでは厳選された牛肉、豚肉、鶏肉で大きな串焼きや煮込み料理が楽しめます。オーハギーという可愛い名前のおはぎ専門店が入ってます。季節のお花をモチーフにしたフラワーおはぎや旬の食材を使用したおはぎが月替わりで提供されているんですけど、数に限りがあって販売から30分ほどでおはぎが売り切れてしまうとても人気なお店です。こちらの浅草茶屋たわねのしというお店は東京浅草にある和クレープ専門店です。
高級抹茶で有名な掛川抹茶を使用したクレープが人気のお店です。ここもねすんごい並んでました。それでは3階にあるフードコートに行ってみます。うわ、雰囲気いいやん。あ、いいやんいいやん、撮れるやん。フードコート内は装飾が和の雰囲気で統一されていて、とても素敵な空間でした。テレビや SNS で話題になっているので知ってる方も多いとは思いますが、7000円近い海鮮丼や1万円を超えるウニ丼など、通称インバウンドが売られています。ここら辺海外の人多いわ。本当だ。こっち多いわ。また海鮮以外にもうどん、そば、ラーメンといった専門店がフードコート内にあります。フードコートでもう一つ人気なお店がこちらの海鮮バイキングいろはさんです。50種類のメニューが6000円で食べ放題できるお店です。海鮮が食べ放題と考えると結構お得なんじゃないかなと思います。ちなみに10時頃に来ましたが、30組待ちの2時間待ち。そんな中で私たちは築地海鮮板鳥でご飯を食べることにしました。厳選された新鮮な食材を使用したお寿司や海鮮丼を比較的手の届きやすい値段で楽しむことができます。小竹梅何にする？上から竹はいくら丼みたいなのがついてるのと、あと中身ちょっとちゃうな。ちょっとサーモンがない。あれ違うな。結構違うよ。竹か。わかる。俺も竹かな。なんか真ん中選んじゃうよね、やっぱり。じゃじゃーん。竹。竹です。そうそう大トロ行かせていただきます。ちゃんと脂乗ってて甘くて美味しいよ。結構この大きいエビとかさ、結構すごくない？すごい。プリップリやな。食べやすいように一回これでチャッと。うわ、プリプリや。プリプリ？これプリプリで美味しそうだなと思っていた。めっちゃプリプリ。歯応えめっちゃあって甘みが強い。うまいうまい。美味しいよこれ。あ、これご飯も入ってんの？入ってる入ってる。このまま持っていき。はい、行ってこい。久々にイクラの丼食べた。丼って言っていいレベルかわからないけど、極小丼。醤油がなくてもプチプチイクラちゃんが美味しい。このお寿司来るまでの間に、俺一人でさ、なんか別の食べ歩きグルメ買ってきたら一緒に食べれるかなと思って行ってんけどさ、もう人多すぎ。どこも大行列。注文してからこれ来るまでに多分20分くらいかかったんだけど、それでも買えなかった。そう。私たちいろんなところに旅行に行ってさ、東京のこういう観光のしづらさ痛感してますよ。やっぱ人が多い都会系は。ごちそうさまです。完食いたしました。ちょっと下行って食べ歩き系をな。ちょっと人混みに頑張って突入してます。頑張って並ぼう。ごちそうさまです。しょうがない。3連休。ということで2階室内の目利き横丁に戻り、銀だこハイボール酒場へ。築地銀だこがプロデュースする居酒屋で、比較的空いてたのとイートイン限定で豊洲千客万来限定メニューがあるとのことなので来てみました。人混みに負けてレモンサワーになっちゃいました。ねワイもワイも。うめえぜ。早くたこ焼き来ないから。昼から飲むの最高。じゃじゃーん。ウニとイクラととろろが乗ってんのって、だしをかけて食べてもいいのって。いや、どっちでもいいんだって。そのままでもいいし。じゃあ一回そのままいく？めっちゃ熱いです。熱そう。この上のとこ食べちゃう。あ、いいよいいよ。やけどしちゃあかんで。すごい海鮮味がそうなんやっぱ増すね。ほんのりと海鮮風味がするたこ焼き。つけて食べてる。もうドボーンっていけば。結構だしつけた方が好きかも。好きなんや。ちょっと明石焼き風よな、これが。
面白い。たこ焼きとともに。これは最高。最高やな。ちなみに我慢できず九条ネギお好み焼きも頼んじゃいました。美味しそうです。もらうで。あんたタコ食ったな。ちょっとたまたまいたからさ。たまたまいたからじゃないわ。たこ焼きはね、はっきり言う。さっぱりおろし天つゆの方が好き。まあでもここでしか食べれへんし、千客万来でしか食べれへんかしよこれ。こんな昼からさ、俺らお酒を飲んじゃってるわけやん。俺はずっと年をとってもこういうことやりたい。そのゆうみと時々今日は昼から飲むかみたいな輪になっても。そんなことを言ってられる健康体な体だったらいいけど。そっか。でもここにいる人たちは結構飲んでるな。でもここももう5年前ぐらいから構想されてたらしい。コロナでそう延期になったんかな。気になっちゃって。もともと何があったの？何もなかったのか。ここ？何やったのな。ごちそうさまです。ごちそうさまです。昼飲み最高。昼飲みの後はスイーツを食べに丸竹プレミアムへ。大正末期創業の卵焼き専門店で特選卵を使用した新しいだし巻き卵のほか、プリン、ソフトクリームなどのスイーツまで楽しむことができます。卵焼き専門店のソフトクリームで、なんかだしのジュレ、だしが書いてる。卵焼きのだし。わかる。白っぽくないよ。そう。プリンソフト。そうなんや。そういう感じ。プリンですこれ。ってことはちゃんと卵使ってるん。そうだね。だしはだしの分量多めで食べたらすごいだしを感じるけど、ソフトクリームこの量対だしちょろっだともう全部プリンにかき消される。ソフトクリームにかき消されます。こうバランスよく食べなあかん。塩味と甘みがいい感じにマッチしてて美味しい。卵焼きはどちゃくそに混んでるんだけど、ソフトクリームだけだったら全然並ばずに買えるので、なんかもしあれだったらこれ食べながら卵焼き並ぶとかでもいいかもしれない。仲卸築地三代が直営する豊洲市場唯一の牡蠣専門店、牡蠣屋いきさんにやってきました。新鮮で大ぶりな生牡蠣がいただける牡蠣好きにはたまらないお店です。オイスターチャウダーやって。美味しそうですよ。これはね、うまうまセンサーがプンプンしてる。うまうまセンサーがプンプンしてるの。受信した。このとろみと砕かれてる感じ。なるほどね。この牡蠣のこのちゃんと味噌の部分が入ってるな。じゃあ食べてみ。受信した。うまい。これはうまい。砕かれてるけど牡蠣の味噌が入ってるから、クラムチャウダーがよく合う。合うんや。クラムチャウダーの中に牡蠣が入って、牡蠣と一緒に食べるとマッチする。なるほど。絶対好きやん。結構しかも具だくさんで、1000円だから安くはないけれど結構普通にバチクソうまい。めっちゃ刺さってるやん、指。だってセンサーがね受信しましたから。もしかするとこの後ろのさ、目利き横丁の方があんま並ばんくて、こういうちょっとさ穴場的なものがあるのかもしれんな。さっきのソフトクリームさ、実はやってますみたいな、なんか店員さんとちょっと話したけど、まだバレてないんですみたいな。そういうのいいよ。狙い目ですな。千客万来を構成するもう一つのエリア、温浴と東京豊洲万葉クラブにやってきました。箱根湯河原の源泉から毎日温泉が運ばれている24時間営業の温浴施設です。館内には東京湾を一望できる露天風呂やウォーターフロントの景色を360度パノラマで楽しめる展望足湯庭園、さらにサウナや岩盤浴、エステ、マッサージ、客室、国内トップクラスの数を備えた最新リクライナーなどが用意されていて、手ぶらで一日中楽しめる施設となっています。
また建物8階には無料の足湯庭園があり、入館料を払わなくても誰でも利用することができます。そう、無料の足湯はさもちろんあるけどさ、ここって一応泊まれるらしくて。万葉クラブ。まあてか万葉クラブって結構関東圏であるのか。でまあスパ的なとこなんかな、で一日中入れるようなところでだいたい入館料が3850円で、それにプラスホテルがある。それがだいたい一室その平日だと3万3000円ぐらいで、結構するね。そうで休日だと4万5000円、結構するね。朝食のビュッフェ付きでその値段か。でも一室やから。そうなるほどね。それかスパのところで深夜料金払ってマッサージ機とかで寝る感じかになると思うけど、そういうのもできるらしい。まあでもここはちょっと人かなり多いやろな。だってさ、無料の足湯だけでこれですよ。みんなミーハーだな。それは俺らもやつ。これなんやろ。あ、見て、橋作ってんだって。屋形船がこっから出るんや。ほらね。これは確かに外国人受けしそうやな。一回行けるし。1階のちょうど温浴棟の真下あたりにはこうしたスペースがあります。机や椅子が結構空いてたので穴場かもしれないです。でここが1階。1階はラーメン屋や和食店などお店の中で食べるレストラン形式のお店が多かった印象です。なんかここもここですごい並んでるね。何並んどるで。すごい、もう列がすごいな。めっちゃ美味しそうなんだけどこちらは本マグロそばコツというラーメン店。本マグロから抽出したスープにマグロチャーシューが乗ったマグロ尽くしなラーメンがいただけるそうです。この列にあるこれ3時間ぐらい並ぶんちゃうかね。ごちそうさまでした。ということで今1時20分。1時20分、つまり10時前ぐらいに着いたので、3時間半ぐらいかな、で、豊洲千客万来を、回ってきたわけですけど、何よりも人が多かったね。多分まだオープンしたてというのもあり3連休の中身ということもあり思ったより食べれなかったんだけど、結構今回はちょっと穴場な店を見つけたんじゃないかなと思っておりますちょっと並ぶことをもう前提、土日来るならなんか暇つぶし対策を持ってきてた方が、並びながら何かするみたいなね、とかはいいかもしれないね。相場感的には、やっぱいいお値段するなっていうお店が多いかな。東京の観光地価格なので、そこは心に決めた上で楽しんでもらえたらいいんじゃないでしょうか。その中でも今日僕らが食べたところって、ちょっと安めというか、まだ価格を抑えたものを紹介してると思うんで、ぜひあんまりお金かけたくないよっていう人は僕らみたいなところ回ってみたらいいんじゃないかなと思います。はい、ではまたね。この動画が参考になったという方はぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。